ちらセリアさんで買ってきた、これはフリークロスですね。こちらの方 42cm×85cm のものを1枚と、このダイソーさんで見つけた幅広のタイプのインド刺繍リボン、こちらを幅広のタイプですね、15cmしかないので2つ使っていきたいと思います。まずはフリークロスの方はアイロンできれいに伸ばしていきます。中表で半分に折ってもらって、端から 1cm に線を描いていきます。反対側は輪になっていますが 1cm で線を描いてください。次に柄に向きがある場合には上の方に印をしていきます。今描いた 1cm と 1cm のこの線の中心を測ってください。中心を測ってもらったら、ここから左右に 3cm ずつで1、2、3箇所、これが中心で、ここからの 3cm を3つ描いていきます。裏側にも同じようにします。中心からの3個ずつ 3cm で印を描いてもらって、逆側の外側、ここの一番下のところから測ってもらって 8cm に線を描いてください。下からの 8cm で線を描いたんですが、この上のラインがですね、すごくズレが起こる場合があります。その時に片方 8cm で描いてもらったら、上からの長さを測っておいて、逆側は上からの同じ長さに描いてもらって、ここをまっすぐにしておきます。この 8cm の部分をカットしておきます。この部分を使って持ち手を作っていきます。まずはここの幅、縫い代のところほどいて使ってもらってもいいですし、このままここのギリギリでカットをしてしまってもいいです。まずこの下のラインをきれいに整えます。今回の場合でしたらここが 7cm になりました。で、これ半分に折ってあるので、まずここで半分にカットをします。半分に切ったものでこれを持ち手に使っていくので、だいたい 37cm ぐらいでカットをしようと思います。この小さく余ったものはですね、D カンなんかをつけるのに中央に寄せておいて、D カンを通しておいてから、これでこの周りを縫っておくと2つですねできるので、中につけておくと便利なので、これを作っておきます。持ち手に使うこちらの生地はこれだけだとちょっと薄いので、接着芯なんかを貼っていきます。接着芯を貼ってもらったら、端の部分 1cm ほど折っていきます。これを半分に折って持ち手を作ります。周りを縫っておきます。これで2つの D カンと持ち手の準備ができた状態です。本体の生地を出してきます。これを一度広げてもらって、さっき印をしたところですね、中心の印で次の印、この印のところを中心に合わせて折っていきます。次に一番最後の3つ目のこの印を2つ目のこの印のところに合わせて折ります。下のラインはアバウトで大丈夫です。ここで一旦アイロンで型をつけておいてください。
中心の印から次の印のところを同じように中心に合わせて折って3番目の印を2番目の印に合わせます。もう片方も同じようにしていきます。で、この上のひだのところを折った時にだいたいこの幅の中央ぐらい、この辺りまでをアイロンで型をつけておくといいです。折ったところをこの三つ折りになっているところでいいので、ここを仮縫いで一度留めておきます。今この部分を留めてきて、この時にですね、ちょっとひだの方を整えてまっすぐなるように置いてみてください。こちらが上になっています。ここでこの折り幅から約1センチぐらいずつですね、これを刺繍リボンを留めていきたいので、端のところカットしなくていいので内側に折り曲げて、まず刺繍リボンの幅を決めていきます。ひだの端から1センチぐらい出るところ、正確に測らなくて大丈夫です。このままだいたいの位置が決まれば、反対側の方はこれと同じような幅で折っておきます。この幅が決まれば、次はここですね。みんな使うものによって違ってくるかと思いますが、今回使っていくテープが7センチあるので、一番上から7センチ下のところに線を描きます。これが5センチのテープを使う場合には5センチ下に下げてください。今描いたこの7センチの印のところで固定をしていきます。これで刺繍テープの方を四角く塗って留めておきます。このように取り付けができたら、この時点でですね、今刺繍リボンをつけたところでギリギリで折ってアイロンで型をつけておきます。ここは縫わずに型をつけておくだけで大丈夫です。これができたら一度外表に折ってもらって、切りっぱなしになっているこの底の部分を 5mm で縫っておきます。今ここの部分 5mm で縫ってきたんですが、ほつれが気になる場合にはここでピンキングバサミなんかを入れておくと後々きれいに仕上がります。この時はですね 5mm で縫っているので糸のとこ切らないように気をつけて処理をしてください。これを裏返します。裏返してもらったら今縫ったところですね、できるだけきれいにしっかりと縫い目のところで型をつけておいてください。横の部分を1センチで、底の部分もう一度1センチで縫って、輪になっているところも同じように1センチで縫っていきます。この3辺を今縫ってきました。ここの縫い代の割れるところは縫い代を割ってください。先ほど型をつけておいた刺繍リボンのところですね、ここでもう一度折っていきます。ここの部分は重なりやすいのでしっかり縫い代を割っておいて、これでもう一度アイロンをしっかりと型をつけて当てておきます。でここにマグネットホックをつけていきます。マグネットホックをつけるのはこの折った部分のちょうど中央あたりがいいんじゃないかなと思います。半分ぐらいに折ってもらって、ここの中心に
本体の刺繍リボンの方は傷つけないように気をつけて、ここがですねひだで折り重なっているので、特に接着芯や生地などを挟まなくても大丈夫です。逆側にもつけておきます。マグネットホックの方つけることができたら、ここの下折ったところのギリギリのラインでいいので一周ぐるっと縫っていきます。これで袋縁ができたので、マチの方は幅はお好みで大丈夫です。小さめでもいいですし、マチなしでですねこのままでも大丈夫です。中心の底のところですね開いてもらって、縫い代の方は互い違いに倒しておくといいです。底の部分は同じ方向に倒れるようにしています。でここのですね三角になったマチなんですが、ここカットをせずにこのままで使うので、このまま裏返すとですねこれが底側に倒れやすくてバッグの形不細工になりやすいので、少し控えめにマチの三角縫っておいて、縫い目のところでもう一度横に向けてサイドにですね向けて倒してもらって、この部分をもう一度 5mm ぐらいで縫っておくと横の部分がきれいに仕上がります。もちろんこのまま倒してここを手縫いで留めてもらうのもいいと思います。この辺りは好みでやってみてください。このような感じに仕上がります。でこれでなんですが、この D カンなんですけれども、今回外側にちょっとつけようと思ったので持ち手のところにつけていくんですが、内側につけたい場合はこのラインを縫う時に中に差し込んでおいて好きな位置につけておいてください。とここまでできたので、あとは持ち手をつけていきます。持ち手の位置はここで見てもらって、刺繍リボンずれがなければもう刺繍リボンを目安にしてください。位置はどの辺りがいいかを決めてもらって、横ぴったりにつけてあげるのもいいんじゃないかなと思います。つける位置はこの縫ってあるこの幅のちょうど中央あたりに端1センチぐらいを折ってもらって、この部分を四角く縫って留めていくといいと思います。で今回はこれを D カンの方をちょっと挟んでおいて、このような形でつけていこうと思います。持ち手の方をつけたら完成です。これがですね表側にD カンつけて、なんかマスクとかをねさっとかけたりするのに便利かなと思いました。でこちらの方はさっきも言っていたんですけれども、ここを縫う時に内側を縫う時にですねここに一緒に挟み込んで縫っておけば、内側にも D カンの方をつけておけます。で今回がですねこれ割と5センチぐらいの幅のものだったんですが、これ大きかったのでどうしてもバッグの方がですね少し小さめの感じに仕上がっています。それでもですねちゃんとお財布やお出かけのものささっと入れるぐらいには十分あるので、とても使いやすいんじゃないかなと思います。いろんな柄のですねフリークロスたくさんあったので、是非お好みを見つけて刺繍リボンの方も使ってやってみてください。